おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、人物をお見せしようと思います。人物。で、人の肌、すごくうまくいきました。珍しく非常にうまくいきましたので、よかったら最後までお付き合いいただければと思います。非常にうまくいったかなと思います。どちらかちょっと暖色系で、時にはなんていうか、寒色系みたいな下地を使って描くこともあるんですけども、今回はちょっと暖色系だけで、多分皆さんこれ頑張って真似すればできると思いますんで、よう見といてください。そして結構アップもお見せしますから、ぜひぜひお付き合いください。目を覗いたところの肌のところに、まず水だけを浸しました。水だけを浸す。そしてこのイエロー化的なのとバーントシェーナーを混ぜたぐらいの黄土色系、要は暖色ですね。それをちょっと薄く塗っていってますけども、ちょっとその段階で若干の濃淡みたいなのを少しつけていってます。ここ難しいんですけど、で、まだ水が結構ベタっと塗られている状態なんで、で、ちょっと落ち着くまで待ってもいいんですけど、まずちょっと塗りながら、で、多く塗りすぎたなと思ったら、少し水気を拭き取った筆とかで拭き取ったりとかしていってます。ちょっとした濃淡をつけていってます。さあ、この辺が難しいですよね。どちらかというと光が頭の上にダンとぶつかっている、後ろから光が。で、顔全体は実は影になっている、モデルさんを描いておりますけども、で、ちょっと、髪に水が少し落ち着いてきて、で、滲みが少し弱くなってきているなっていうところで、少し細かい描写もしだしていっています。こういう風に2画面にするときもあれば、もっと拡大して今回お見せしようと。やっぱ皆さん細かい描写とか、筆さばきみたいなのが興味あるみたいなので、なかなかライブ配信とかだと上からだけだったりすることも多いので、そういうところにちょっと焦点を絞って、これ何度も繰り返して見てると多分書けるようになると思いますよ。この写真は、コミュニティ欄の方に、あるかと思いますので、よかったらご利用いただければと思うんですけども、ちょっと書いてにじましてっていう感じで、やっていっております。で、この辺のね、水のどれぐらいかなっていうのを慎重に。で、いろんな動画作ってきて、水彩もだいぶ自分で言うのなんやけど、ある程度少しずつコツを掴んできたかなと思うんですね。やっぱなんとなく僕なんか油絵描きで、でもやっぱり絵描きっていうのは何でも描けていいかなと僕は思ってるタイプなんで、で、皆さんも、これしかやらないというより、いろんなことチャレンジするのはいいですよ。人物が苦手と言っても、一回ね、チャレンジしてみて、こういうとこ苦手なんかなとか、ああいうとこ苦手なんかなとかっていうのをちょっと理解していったりすると、少しずつ良くなっていきますので、で、この辺も滲みすぎたら、ちょっと筆先の水気を取って拭き取ったりとか、滲みすぎたなとか、そういうところを少しゆっくりと濃淡をつけていってるわけですね。わかりますかね？わからないですかね？こういうところも拭き取りながらグラデーションする唇のとかちょっと赤みがかった色を、塗っていきました。これなんかも今置いた絵の具を筆先の水気を取ったやつで伸ばしていっているという感じですね。夏場とかやったらすごく乾きが早いかもしれませんけども、冬場とかにはこういう技法案外いいのかもしれませんよね。ほんの少しずつ色をつけていきながら、ほんの少しずつ、微妙な調子を本当にで、ちょっと時間が経てば経つほど、滲みというのは弱くなってきます。でも、ある程度のとこまで、それで、なんとか、仕事ができへんかなという風にやっていってますよ。ね、ちょっと鼻のところというのは、ちょっと拭き取りました。こういうとこも難しいですけどね。で、これ1層目今塗ってるんですけど、2層、3層ぐらいまでやってます。で、そこのとこのグラデーションとかもちょっとよくお見せできるかなと思いますし、今回結構ディティールをしっかりお見せしてます。だからすごくこの動画はええんちゃうかなと。ね、もうこういうのをなんかね、あんまり見せん方がええんちゃうかとも思うんですけども、もういいです。おじさんはね、本当に。いいかなと思います。こういうのをお見せして本物見たらまたもっと違うと言われますけど、今までよりはやっぱりなんか動画とかで、見せて、でもやっぱ本物見ていただいたら全然違うと言われるんですよね。これ面白いもんですよね。で、ちょっと首のあたりとかも描いていきながら、少しずつ顔に塗った色というのは色というか、水気っていうのは落ち着いてきます。落ち着いてくる。で、こういうところで、どれぐらいここなんかを、まだね、滲みますよね。ほっぺたんとピュッと赤く塗ったり、ちょっとこの辺が目のとこが赤いかな思ったらそういうの塗ってみたりとかしていくということをしていってるわけですね。本当に面白いですね。いろんな画材を使いながら
僕は自分の仕事をもちろんこうしながらいろんなこともチャレンジして、で動画もこういろんな作り方できへんかなと、なるべくね皆様のこういうところでアップで見せているのと、やっぱ全体で見せるのと両方とお見せしながらですねやっていってるわけです。水彩絵の具はこれ草壁さんかなのとかホルベインさんのが混ざっているかなと思います。チューブ式のやつを使っております。で、紙はこれはキャンソンボードというやつで、僕はもうどうしてもこの厚紙状のが好きなんですね。なんかね、もうブロック式のとか旅とか行ってスケッチするときはブロック式のもの使ったりとか、これはまあ中目ぐらいの感じなんだと思うんですけども、粗めの紙を使ってみたりとかもするし、逆に細かい目のものも使ってみたりとか、まあいろいろ試しながらやってます。で、まだまだこう、やっぱね、こう芸術とか美術ってもうずーっとこう勉強なんですよ。で、私もこう筆なんかも、まあこの筆は案外この筆に関しては多分、安価なやつですね。インターネットで買ったやつ。その前に使ってた大きめのやつは名村さんの、何やったっけなっていう筆を使ってみたりとか、そしてこういう面とことかすごい慎重にやってますよ。でも、なんかこう、水気を案外多めにこうやったりしますね。僕はこういうところでもちょっと偶然的なものも、うまく生きてこうへんかなと、慎重になりつつもちょっと水気も多めにしながら、その水気とかも活かしながら描いていくと。だからもう目のところというのは塗ってなくて、他のところにあれを水を塗っていたので、ここのところはにじまないですけども、上の方とかね、下の方とか行き過ぎるとこういうところビッてくってダーってなってしまいますので、そういうのは注意してくださいね。で、こういうところもね、手前の目とかで光のところというのは塗り残しながら、うわ、こんな慎重にやってはったんやっていう感じかもしれませんけど、このぐらい慎重に実は書いていました。ね、こういうところをこうアップでお見せしたりとかできるとね、皆さんどうですか？参考になる。どういうこうデバイスって言ってテレビで見てはる、パソコンで見てはる、スマートフォンで見てはる、いろんな形いると思う。iPad で見てはるみたいな形の、ね、方もいますかもしれませんしね。どういう見え方してるかよう知りませんが、で、こう少し乾いてきたかなというのを慎重にこう探りながら、この辺でね、乾いてへんのに、えいやって言ってしまったら、うわ、滲んだっていうことになったりしますので、ここなんかは乾いてるかなと。ちょっと乾いてなかったですけど、はい、その辺がせっかちです。まあ、ドライヤーも使ってもいいかもしれませんしね。こう決めるっていう仕事の時は僕は結構決めます。この辺っていうののね、なかなか普通の人できへんわ、怖いわっていう人多いかもしれません。僕は結構こういうのね、うわっと決めてしまいますよね。髪の毛もズバッと。やっぱこの筆致みたいなものとかっていうのを活かしたいっていう大胆にこうかっこよく描きたいと思う時はこういう大胆に言ったりとかするし、細かい描写で近くに寄って、見せたいという時はね、ぐーっとお見せしたりとかもしますもんね。で、この辺は大きな筆でドンとこう描いてあげて、要は立体を出すために、手前の髪の毛に対して側面に入っていくような髪の毛、ここの辺とこの辺の描き方をちょっと変えていくみたいな感じとか、陰影ですね。光が当たってる面に対して影の面もちょっと光の面みたいなね、みたいな感じでございます。で、そういうドーンと大きくこう見せてあげて、水気の多いのでちょっとこううっすら塗っておいて、で背景もちょっとこう、塗っていってます。で背景なんか少しこれはあと皮のとこなんですけど、ちょっと髪の毛の方まで入れてあげて、全く別のものにしないように色がね、してあげたりとかしていってるの分かるんじゃないですか。そして洋服のところなんかも今水気を足して緑っぽいのでダダダダっていう風に置いていっているわけですね。ね、これもう本当に一層目の土台です。土台を作るということすごい大事です。そして完全に乾燥させますよ。そして、2層目、紅の方から描いていこうかなと思ってます。口紅。初めの段階は僕はなんとなく今回はどっちかっていうと、固有の色をつけて、で、次はちょっと、上の面が暗くて、下の面明るいわけじゃないですか。そういうのを後で描こうかなと思って、まずは固有の色を塗って、で、3層目で少し上唇、下唇みたいな描こうかなと思いました。そんな感じですね。で、若干どちらからか光が来てたり、少し光の光量が違ったりすると、そのどっちかが暗くなったりとかっていうことを今描いていってるということでございます。で、上唇の方も描いていきながら、ちょっとサイドの高いビビッドな色を今回置いていきました。で、そこからこれを下地としてまたもう一層塗っていくみたいな気持ちでいるので、どっかでいつも常にこれは次のこのためにこうですよっていうふうに考えてます。これを考えれるかっていうのはすごい大事なんですね。ただただ闇雲に描いていくというだけじゃなくて、で鼻のところとかも少し描きながら、ほんの少しでもやっぱペッペッと描くとすごい強くなりますよね。で、その描いたこの鼻、こういうのに対して今度はまた水だけでぼかしてあげたりとかしたりします。
急にガッと強くなったわ怖いとかってなる人多いかもしれませんけど、こういうの落ち着いて乾かないうちに今水だけでこれちょっと少しこっち側にフェーとかってフェーとかってしていったりしてます。で最終的には何にも綺麗な水、もうとにかくねこう筆の水入れの中やっぱ綺麗なところっていうのをしっかり作っておかんといかんですよ。でパレットなんかもそうなんですけど、やっぱり常にこうある程度意識して何回も僕は掃除します。だいたい1枚の絵描くの 5,6 回は掃除します。乾燥させている間も掃除しますしとかっていう風に結構そういうことは、まめにできる人っていうのは透明水彩が成長するかなと。鼻の下ちょっと暗すぎたんで少し明るくしてみたりとか、目の下とかでここのとこ今塗ってそれをこう水だけでグラデーションかけていってんの分かりますか？こういうのがね難しいわって感じでしょ。でやっぱ同じようにこう水気が引きながらちょっとこういけるかなと、なんていうかびちょびちょの状態じゃなくなってきたらまた少しやってみようかなとか、いやびちょびちょの状態のうちにやろうかなとか、難しいでけえわ無理やって諦めた人いるかもしれませんけど、いや頑張ってみてくださいね。なんかこうちょっとこう人物で、人を水彩で描けるようになるとぐーっとこうその人のこう表現の幅も広がるかもしれませんので、今回頑張って作りましたので皆さんの参考になれば。この辺なんかもぐっと強すぎますけど、これをまた水でね頑張ってこうふわーっとぼかしていってるんですよ。だからよくグラデーションって大事ですよって言うてるんですけど、グラデーションってやっぱすごいできるとそれだけでこう幅が広がってきます。パキッとなるのがふわっとなるかですよ。何言うてるか分かりました。パキッとなるのがふわっとで、例えば石膏デッサンとかやってもなんかこう面取りというようなアグリッパっていう石膏像が有名なんですけど、面取りというのを結構書いたりすることあるんですけど、そしてそこからちょっとグラデーションとかを覚えていったり、急激に曲がってるところっていうのはある程度エッジが強く柔らかく曲がってるというところはグラデーションが柔らかくみたいな、こういうところもペッ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 と塗って、この辺ね何度も皆さん見て勉強してみてくださいね。塗ったこれだけやったらちょっとエッジが強いけど、次は水気多いのをちょっと足しながら、そして何にもない水みたいなのでこうふわっとぼかしてふわっとできますか？できませんか？難しいでしょ？ね、そういうの難しいんで、そこがプロとアマチュアの違いかもしれませんよね。という感じでグラデーションをつけていったということが分かってくるんじゃないかなと思います。まだまだ全然書いてないですけど、人の肌に関して2層目がちょっと塗られていってますよね。で、このあたりでそんなに立体感を強く出そうというふうにはしない方向に自分の中で切り替えました。特に意味はないんですけどね。なんか素敵なモデルさんやったから、上から光が後ろからバンと光が当たってるっていう上ぐらいからかな。その状況がしっかり見えれば、顔は全体が影でそんなにそこにゴロッとしたものを描こうとは思わなくなってきました。で髪の毛とかをなるべくこうかっこいいストロークでシャッシャッシャッとね、くるくるパーマのまとこさんですけど、まとこさんで何ですかって感じかもしれませんけど、シュッシュッシュッと今眉毛がないからねちょっと怖いかもしれませんけど、その辺は後で描くよというちゃんと段取りを作ってあげるということですよね。段取りこうやっぱ大事なんですね。感情の赴くままに描くこともあっていいと思うんですけど、ちょっとこう透明水彩とか、こういった絵描いてみたいという人はやっぱりちょっと段取りを少し覚えられるといいかな。今2層目の仕事で髪の毛とか輪郭線なんていうのとかをちょっと慎重にほんの少し1ミリずつぐらい肌の方にかぶらせてたりするんですけどね。そしてこういうところめっちゃ細い面相筆使ってますよね。こういうのはこう多分ナイロンかなんかの面相筆、どこの会社か忘れましたけども、あまり使ってなかったのあったんで使ってみたんですけど、これでもいいかなっていう感じでちょっとチュ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 と書いていってます。こういうとこめちゃくちゃ慎重にやります。ただ僕はなんかこう本当にこう慎重と大胆とみたいなのは結構こう緩急をつけたいなというふうに思っています。やっぱりこう画材を使っている良さみたいなのは活かせたらいいかなと、私はですよ。皆さんで考えたらいいんで、そんなことはねしたことじゃないです。私はね。だからこう透明水彩らしさみたいなのと書き込みみたいなのがうまくこう僕はマッチングしてくれば僕なりにはいいかなと思ってたりします。そのなんかこうその画材を使ってる意味みたいなのがあっていいわけですよね。やっぱですね、やっぱ昔の絵描きさんっていうかですね、やっぱいろんなことをやってたりしますもんね。だからこう版画やられる方もいれば、僕も一時も版画もすごいハマってた時期あるんですよ。とかもう水彩も鉛筆デッサンも銀筆も使えば何でもやります。アクリル画でも何でも。やっぱね人生長いからね、僕も今47になったんかな、8になあとだから多分20年ぐらいはね頑張らなあかんななんて思ってるんですけど、ちょっとグッと濃くしましたね。
グッと。で、そういうのとかをこうグラデーション作るときは水だけでとかね、花とかね。花とかこう黒とかせん方がいいですよ。これ若干だからこう目とかとバランス見ながらある程度濃くいっていいけど、黒じゃなくこう茶色とかちょっと青を混ぜたとか、この辺輪郭とか少しだけ、ほんの少しだけぼかしてあげようとか。で、眉毛をようやく描き出しました。怖かった人がようやく眉毛がね、出てきましたよね。なんかね、深夜のコンビニ、東京とかの深夜のコンビニエンスストアなんか行くとよくこういう眉毛のない方、女性でおられますよね。ジャージの方とかね。東京かどうかわかりません。今はいないですか？昔結構おられてね、怖っと思いましたけどね。で、眉毛をちょっと細い線で描いております。皆さん大丈夫ですか？ね。で、唇とかを描いていってます。眉毛にこうね、いましたよね、逃亡犯の人でね。何年もこう逃げられてた方でね、何の話だよねって話ですね。やっぱり脱線をなるべく最近しない方向で言ってますけどね、脱線を。で、やっぱこう、わからないですよ。お化粧、僕なんか毎朝今日もね、しっかりお化粧してますけど、お化粧、こう、まつげとかね、このアイラインとかアイシャドウとか、こうね、ここすごい大事です。すいません、言うの忘れた、ここ。ね、目の中の白目の中にもやっぱり陰影があったりとか、ちょっとこう濡れた状態やったら何かが映ってたりするでしょ。で、こういうのをやっぱりすごくこう大事に描いてってます。ちょっと濃いかなぐらいの気持ちでこれやってってます。そして球体やっていう意識を持ってやってってます。わかりますか？ここすごい大事ですね。そういうところちょっとね、球体やっていうことを意識しながら、ちょっと早送りでもお見せしていこうと思います。髪の毛とかダダダダダダと書いていって、今回は特にこう密度、細かい描写みたいなのをお見せしても絶対書けます。絶対頑張ってこれをね、また鬼高評会に送ってきてください。で、私がこの絵と比較してね、どうですか皆さんっていう感じでこうお見せしていけばね、もう何もこう言うことないかなと思うんで、ぜひぜひ、おし、負けてられへんでっていう気持ちでやられたらいいと思います。髪の毛とかダダダダダと書いていきながら、見ての通りパレットがそんなにね、もうやっぱりこう、もうある程度こう汚れていないというか、ぐちゃぐちゃしてないというのがよくわかるんじゃないですか。今回はこの色を中心に使おうかなとか。で、ちょっと首の下のとことかを描きながらですね、もう一回こう人の肌、今度3層目ですかね、を塗っていくんですね。これでもかっていう感じですよね。この辺からです。ちょっと髪の毛のこういうところに入っていくところからグラデーションがかかってくるみたいな、ちょっと上からしか取れてないので、わかりにくいかもしれませんが、塗ってそこから水を多めにしたのでグラデーションして、もっと水を多めにしたのでっていう感じでグラデーションを塗っていってます。で、これほら水を多めにしていってるっていう感じですね。で、もうより水が多くなっていくとかっていう、こういう髪の毛の影みたいなところがグラデーションかかっていって、自然な感じになっていくという状況を今作っていってるわけですね。で、骨もなんかやっぱこう、ここのとこにこう、なんていうなんとか骨みたいな、なんとか骨があって、眼球があって、で、ここのとこグッとなってグッとへこんでるわけですよね。なんかそんなん書いたりとか、ここの今ほっぺたのこの辺りとか書いていってますけど、塗って、ある程度グッと濃く塗ってますけど、怖いなって感じかもしれませんけど、そしてそれをグラデーションかけていくわけですよ。一箇所だけグッとあったら怖いけど、それがちゃんとこう馴染んでくれば、そんなに違和感なくなるんですね。なんかね、すごいですよね。面白いもんですよね。この辺もね、グッと塗りすぎてたら怖いけど、それがふわっとなってればね、っていうことで描いていってますよ。3層目の。で、ちょっとこう赤みがかった感じにした方がいいかなっていう感じで、とりあえずまず水気が多めの、ほとんど色ついてないので、塗った後に、ちょっとまた色を差し込んだりとかしていったりもします。そういう風にですね、こういうグラデーションとかね、ある程度こうできてきてるの分かりますか？で、髪の毛ビビビビビビって大きく描いていきながら、3層目を塗り終えました。最後の方は本当に出ているとかを中心に描いていきますけど、洋服のこういうとことかね、こういうとこはもうある程度もう早送りでカットしておきました。背景もう一回いきますよ。2層目のこの辺はもう筆致を残したぐらいでかなぐらいの感じで、そんな細かいディティールを描くわけじゃなく、もしかして洋画油絵の方にこの絵は描くかもしれないので、なんとなく自分の中でこう整理するというような作業かもしれません。顔の影が落ちている、洋服に落ちている部分とかですね。なんかね、こう右の上の見るとなんか誰か似てますね。本田真凜さんみたいな感じですね。この状況ね。なんかいますよね。アイススケートの人ですか？何のことやねんって感じかもしれませんけど、こういうところすごい慎重に描いていってます。ここから相当アップの部分が多くなってくるかと思いますので、最後皆さんディティールをですね、土台しっかりできてきた。よし、最後ディティール。そういうところで失敗せんためにも、こういうのをね、しっかり何度も見て勉強してみてください。おじさんだって負けませんよ。皆さんにね、頑張ってくださいね。
チュッ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 とまつげを描いてみたり、あと髪の毛の描写とかもしていってますよ。チュッ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 と描いてたりとか、この辺も慎重にここかなっていう感じで、描いてってます。どうかなってね、すごい慎重にやってるの分かるんじゃないですか。こういう感じでこう描いていきながら、ディティールも描いて、今回ちょっとうまくいった方かなと思います。人の肌とかもうまくいったなと、目とかもうまく描けたなというふうに思ってます。あかんやつは失敗したというような動画とかもあったりしますしね、そういうことも全てお見せします。こんなことしてこんなんだったらこうなるかなみたいなこととかも想像したりとか、逆に失敗したコーヒーをぶちまけたみたいな下地を作っておいて遊んでみるみたいなことをやってもいいし、みたいなこともお見せしたりとかしていってます。こういうふうに最終的には細かい描写をしながら、私のおしゃべりがいらないっていう人はぜひミュートにしていってください。細かい描写、やっぱり筆の動きみたいなのがすごく慎重な時とザッっていう時との差がよくわかるんじゃないですか。いかがですかね。ちょっと唇のところとかはすごく慎重に描いていってることもわかるんじゃないかなと思います。こういうところは本当に慎重にやっていきながら、1ミリ違うだけで印象変わるんですよ。人物ってそこは難しいし面白いんですね。1ミリ違うだけで印象変わるぞっていう、こういうところそうですね。細かい描写をしながらちょこっとしたことで印象がガラッと変わってしまいます。本当に面白い世界ですよ。だからもちろんね、パソコン等々で、やるのもいいですけど、直しが効かないっていうこの緊張感っていうのがね、あまり、多少はできますけど、パソコンみたいに完全にダともう10段階前まで戻ろうと思ったら戻れるけど、これはもう本当にちょっとなかなかそういうことできないですよね。それが絵画の良さやったりとかすると思います。よく言われるんですけど、AI 絵画的なものが出てきて先生どう思われますかみたいなことを言われるんですけど、やっぱこれは人間の手がやったということの面白さとかっていうのは残るんじゃないかなという私の中の説があって、これ何度かお話ししてるんですけど、本当に昔CG と呼ばれるようなコンピュータグラフィックとかの3DCG の一番初めトイストーリーですよね。1995年か6年。1995年ってすごい年で、1995年、今でいう Amazon とか Windows95 が出た時ですけど、 Amazon が創業した年とかね。でその年にトイストーリーっていうのがフル CG アニメーションかなんかでできて、で日本のアニメーションも確か1998年のもののけ姫ですか、あれを最後に確か次のやつとかがなんかもうちょっとそういうデジタルも入ってくる。でもポニョだとなんかクレヨンみたいな、あれもでもデジタルとあれがちょっとすみませんね、間違えたらなんかその辺なんですよ。でもう皆さんは今当たり前になってるけど、たった20年ちょっと前ぐらいの話なんで、でも残り続けているんですよね。例えば本当にレオナルドなんていう人とかっていうの作品みんなもうね、ルーブル見に行ったりとか、フェルメール展やったりすると、カラバッジョ展やったりすると、ブワーって人が集まったりする。やっぱどっかで手仕事っていうのは必ず残り続けると信じてます。信じるしかないというかですね。両方双極であっていいと思うんですよ。もうそれしかあかんという考えは持たないんですね。だから僕は iPad で絵も描きますもんね。だからそういう遊び的な、それが仕事になってくればそれはそれでいいかなというふうには思うんですけど、どっかで絶対そういう双極両極で、あるんじゃないかなっていうのが思いとしてあるんですよ。で髪の毛とかも眉毛とかも描いていってます。だからそういうふうになんか古くなっても残り続けるものというのはあるんじゃないかなというふうに思って、そういうのを信じないとやっていけないんじゃないか、こういうのも思いながらやってます。でもこういうふうに学習の仕方とか勉強の仕方としては、これだったら本当になかなか学習の機会を得れない人にもね、見れるし、頑張って字幕までつければ聴覚障害の人も見れるかなとか、海外の人も見れるかなというふうに思いながら、新しいちょっと形にチャレンジを、しているということでございます。ちょっとほうれい線のところに絵の具がぐっと強くなってほとんど分かんないと思うんですけど、そういうのを少し今慎重にきれいな水で激落ち組んでちょっと拭き取ってあげたりとかしてます。慎重にですよ。この辺めちゃくちゃ慎重にやっていってますね。でそれで本当にもうこの辺りは最終的なところで慎重にやっていってます。
皆さんがこれからね、やっぱもう、ぜひぜひ絵も描いて、みてください。失敗することってね、減ってくるじゃないですか。でも失敗って面白いじゃないですか。次につながるわけですからね。失敗と認識できるっていうこと大事で、これ面白いもんですよ。なんていうんか、こんなんでいいですかっていう言葉を言う人ってたまにいるんですけど、それって何か、どうしても高いところを目指していないと、自分の中の妥協点っていうのもわからない、妥協点というかなんていうの、だからイメージができていないわけですよね。でも芸術美術って先人たちがいて、ものすごいそういう人たちが作り上げてきた歴史というのがあるから、失敗じゃないけども、すごい高みを目指そうと思えばどんどん目指せるわけですもんね。ということで、最後髪の毛何の話してんねんって感じかもしれませんけども、僕もこうやってずっと2年間近く動画もいっぱい失敗もしながら、絵もそうですね、水彩もこうやってある程度作品性を高めるということを目標にやりながら、だいぶいい感じにできるようになってきたかな、ようやくかいっていう感じかもしれませんけど、最後髪の毛を描いていっているということでございます。よかったらリクエストとかですね、いいねとかコメントとか、本当ね、コメントとかがないとめっちゃ寂しいものなんですよ、おっさんってね。何のためやってんねんとか、本当見られてんのかなとか、視聴回数があると、見られてんやなっていう気はなるんですけど、この動画どうだったですよとかっていうコメントを本当にいただけたら、おじちゃん嬉しかったりいたしますので、よかったら眉毛とかを今描いていっているというわけでございます。ぜひぜひまたライブ配信なども見ていただいたりとかね、鬼高評会というのもやってますので、よかったらそういうのとかも、作品見てもらいたいなっていう方とか参加されてみてもいいかもしれませんし、ということで、髪の毛を描いていきました。最後は全体のバランスをちょっと整える仕事を見せて、完成といたしました。さあどうですか皆さんね、僕悪い感じじゃないかな、感じにいったかな、うまくいったかなという、感じがいたします。本日もご視聴ありがとうございました。ということで、以上です。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。